はい、皆さんこんにちは。今回はですね、本当におすすめできる名古屋の美味しいデカ盛りグルメ3選ということで、動画を撮っていきたいと思います。で、気づいたらチャンネル登録者数が200人を超えていたので、ちょっと記念として、個人的に、すごい美味しいなって思うお店を3つ選んでみました。これからもですね、こういう200人とか300人とか節目節目でなんかランキングだったりとか、美味しい店3選とか、そういうのを節目節目で上げていけたらなと思いますので、この動画がいいと思っていただけた方はチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。で、早速本当におすすめできる名古屋の美味しいデカ盛りグルメ3選の発表をしていきたいと思うんですけど、まず1つ目ですね。1つ目は、洋食亭虎安さんです。ここは結構唐揚げ定食とかで有名なお店なんですけど、すごい山盛りでデカ盛りで、僕はこの特製ロースカツ丼の、味噌ソースですね。味噌ソースにした時の特製ロースカツ丼がすごい美味しいと思います。はい。この画像ですね。でこれ気をつけてほしいのが、特製ロースカツ定食を頼むと、ソースが味噌かソースかって選べて、味噌にしないとこの山盛りのネギはついてこないですね。僕はこの山盛りのネギと味噌がすごいマッチしてて、美味しいと思ってるんですよ。で、しかもカツはすごい分厚くて、これ横から見た画像もちょっとあるんですけど、これですね。もうこれが、もうボリューム満点で、ご飯も、中とか大とか、小とか選べるんですけど、だいたいデカ盛りのお店なんで、ここ自体が、ご飯中でお茶碗2、3杯分ぐらい。結構なんか、店員さんにもなんか脅されるんですよね。大丈夫ですかみたいな。大盛りでいけますかみたいな。僕大盛り食べたんですけど、だいたい大盛りが1キロぐらい入ってるんですよね。だから本当にもう全体的にデカ盛りのお店になってます。で、僕、唐揚げ定食も有名で、食べたことあるんですけど、唐揚げ定食は結構鶏胸肉を使ってると思うんですよね。食感的に僕が食べた感じ。調べてないんでわかんないですけど。なんで、ちょっと、僕はあんまりでしたね。量は多くて満足はできるんですけど、結構パサパサ感が強いというか、話題になっているほどではないかなっていう感じです。だから僕が一番おすすめするのは、この特製ロースカツ定食一択ですね。で、この気をつけてほしいのが、特製ロースカツ定食、さっきも言ったように、味噌とソースが選べて、ソースの方を選んじゃうと、こんな感じで、ネギが乗ってこないですよね。うん。このネギと味噌と、この分厚いカツのマッチングが、やっぱり僕は一番美味しいと思うんで、洋食亭トラヤスさんの特製ロースカツ定食。これがまず、美味しいお店の一つ目です。で、次二つ目ですね。僕が本当におすすめする名古屋の美味しいデカ盛りグルメ二つ目は、洋食工房パセリさんですね。これはすごい有名なお店なんですけど、多分名古屋在住の方だったらみんな知ってるんじゃないかなっていうぐらい有名なお店なんですけど、結構学生に大人気ですね。近くに名城大学があることもあって、もう学生の行列ができてたりするお店ですね。ここも基本的にメニューは、米の量とか多くて、S サイズで普通のお店の大盛りぐらいかなっていう感じですね。ここも何回も行ってるんでいろんなメニュー食べてるんですけど、基本的にカツ系のメニューはもう全部美味しいですね。これが多分カツ丼ですね。カツ丼がこの卵で閉じられてて、こう揚げ方が多分上手なんでしょうね。もうなんか、この衣と肉のこう厚みのバランスというか、サクサクふわふわ感が、この店より美味しいお店は僕はまだ出会ったことないですね。で、料金も、1000円しないぐらいなんですよ。M サイズで結構お腹いっぱいになるぐらいで、それこそ850円とかなんで、すごいリーズナブルで美味しいものが味わえるっていう感じですね。で、これがテリタルチキンカツ丼ってやつですね。チキンカツとかもすごい美味しくて、ただこのテリタルチキンカツ丼は、上のこのテリタルの部分が、多分自家製なんですけど、結構くどくて、体育会出身の僕でも結構最後の方くどくて、めげそうになるんで、なんなら S でも厳しいと思います。ただ美味しいです。一口目のインパクトは、これにかなうもんはないですね。で、一番僕が多く食べたのが、この味噌カツ丼ですね。これ M サイズなんですけど、めちゃくちゃうまそうですよね。このしかも卵が2個乗ってるんですよね。半熟卵が2個乗ってて、で、それをこう味噌カツの上で割って食べるんですけど、最高ですね。食べたことある方なら分かっていただけると思います。あとこれがヒレカツ定食なんですけど、ヒレカツ定食も結構特徴的ですね。なんか本当になんかでかいヒレ肉がバンバンってこう2個、げんこつ大の大きさなんですけど、これが出てくるっていう、こういうヒレスタイルはなんかなかなかないのかなって思ったりもしますね。僕もこの店で初めてこんなスタイルで出されて、しかもめちゃくちゃ美味しいんで、たまらないですね。で、定食はこういう風にご飯がついてきて、このご飯がもうおかわりとわに無料なんで、はい、もうずっとおかわりできるんで。あと、豚汁もついてくるんですけど、豚汁もまたこれめちゃくちゃ美味しいんで、全体的にクオリティ高いですね。値段に対するクオリティはすごい高いお店です。もうこのパセリさんもさっき、紹介した洋食亭トロヤスさんと並んで、絶対行ったら間違いないっていうお店の一つですね。
で最後3つ目はもうこれなんなら僕の一番おすすめなんですけど、天然多忙あいうえおさんですね。これ天然多忙っていう読み方でちょっと合ってんのかわかんないですけど、このあいうえおさんはマジですごいです。全メニュー美味しいです。なかなか全メニュー美味しいっていうお店はないなと思ってて、例えばトラヤスさんでも結構僕は唐揚げ定食はあんまりだったなとか、ロースカツ定食でも味噌のそのネギがいっぱいかかってるやつだったら美味しいと思うんですけど、ソースの方だと他でも味わえるかなっていう感じで思っちゃうんですけど、もう本当あゆえおさんはもう全部美味しいんですよね。この画像はステーキ丼っていう、結構このあゆえおさんの中でも人気メニューなんですけど、レア肉がめちゃくちゃ乗ってて、これもボリュームすごいですよ。顎がマジで疲れますね。でも美味しいんで柔らかくて、もうペロッといけちゃいますね。で、これは陸海空丼っていうやつですね。ネーミングセンスも結構面白くて、この肉海空丼は、ステーキとエビフライと唐揚げですね。陸海空みたいな、全部の肉が入ってるという感じです。で、これは名古屋成金ライスってやつですね。なんか昔黄金伝説にもこのお店出てるんですけど、その時にこれが取り上げられたっていうメニューです。この名古屋成金ライス。インディアンパスタっていうこのなんかカレー味のパスタと、焼ききしめと、あと味噌焼き飯っていう。で、その上にエビフライが乗ってるっていう、なんか全体的に名古屋を堪能できる一皿ですね。で、これ総重量が、3キロぐらいあるんですね。これ僕友達と3人で行って食べたんですけど、それでも結構、きついまではいかないですけど、本当に満腹になるぐらいの感じで、これ見た目は僕なんかあんま別に美味しそうじゃねえなって思ったんですけど、最初実は。友達がちょっと食べてみたいって言うから頼んだんですけど、これマジで全部美味しいんですよね。味がなんか全体的に味付けが濃いめで、本当に名古屋人好みっていうか、名古屋人の好きなものをよく理解してるなっていう感じですね。で、店主がドラゴンボールの作者の方と20年来かなの付き合いがあって、もうなんかできた当初から来てるらしいんですけど、ドラゴンボールの作者も。店内にサインがいっぱい飾ってありますね。僕もラグビー部の仲間と何回も行ってるんで、もう顔覚えられちゃってますよね。で、こういうご飯系のメニューだけじゃなくて、これとかですね、マンマミーヤっていうメニューなんですけど、もうネーミングセンスが面白いんですけど、もう中がこうフレンチトーストみたいになってて、こうバターとか、生クリームとか、バニラアイスとかが敷き詰められてて、もうそれがマッチしてめちゃくちゃ美味しいんですよ。で、これも結構デカ盛りメニューなんで、ほんとこれ外パン1斤分ぐらい使ってるんで、めちゃくちゃでかいですね。一人で食べようと思わない方がいいです。結構食べれるラグビー部2人で、デザートとして食べてギリギリかなぐらいなんで、はい、複数人で行った時にぜひ食べるのをおすすめします。これはマジで美味しいですよ。デザートのためだけに行くのもありだと思います。本当にこのアイウェオさんは何を頼んでもうまいんでね、もう本当リゾットとかパスタとかピラフとかいっぱい扱ってるんですけど、僕20回ぐらい行ってるんで結構食べてるんですけどメニュー、外れがないです。だからもう安心していってください。で、店内もおしゃれなんで、デートとかにも使えると思います。ということで以上3つですね。1つ目が洋食亭トラヤスさん。で、2つ目が洋食工房パセリさん。で、3つ目が天然多忙あゆえおさん。この3つは本当に僕が心からおすすめできる名古屋の美味しいデカ盛りグルメの店だと思います。名古屋結構デカ盛りグルメの店はいっぱいあるんですけど、結構平均的な味のところが正直多いかなって思ってて、でもこの3点に関しては、この今回画像で出したメニューですね、特に。トラヤスさんで言ったら特製ロースカツ定食の味噌味とか、洋食工房パセリさんで言ったらもうカツ丼メニュー全般とか、あゆよさんで言ったらもう全メニュー美味しいんですけど、その辺を食べていただければもう間違いないかなと思いますんで、行ったことない方はね、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、今回は以上になります。これからも引き続きよろしくお願いします。